はい、皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。アミスティックギルドへようこそ。ミスティックギルドの朝霧蓮です。はい、同じく細谷和弘です。はい、今日は、第3回目の配信になりますね。どうですか？はい。はい、マスティーですね。はい。皆さん、この本買いましたか？はい、この本はバズム・ゼランドさんっていうロシアの作家の方、元量子、物理学者の方が書いてます。今日はレッスン2で夢の中を自由に歩くというお話になります。ではね、今日も、内容をね、わかりやすくまとめたのを細谷さんに、ちょっとお話ししてもらって、解説してもらいますので、よろしくお願いします。ではまず前回の復習はどんなことをやったのかってことだよね。大きく分けて3つポイントがあります。1つ目が眠りに落ちているっていうのはどういう状態かってことだよね。で、これは自分の意識が外か内側かのスクリーンにある状態のことを指します。外側、状況、ね、五感、見たり聞いたり感じたりっていうところの、外側の状況に意識を向けすぎて、自分の内面で何が起こってるか。つまり自分の感情だったり、自分の思考でどんなことが起こってるかって気づかずに、外側にばっかり没頭してしまっている状態。これは眠りに落ちているって状態。そして自分の内側にばっかり意識を向けて、外側で何が起こってるかってことに気づかない状態。つまり自分の感情だったり思考ばっかりにとらわれて、自分の周りの環境、状況はどう変わってるかってことに気づきがない状態。この状態を眠りに落ちているっていうふうに表現しています。で、ポイントの二つ目になります。夢の中でも、現実の中でも、眠りに落ちることができるんだよ。そしてまた、眠らないこともできるんだ。つまり、夢の中でも、この現実の中でも、僕たちは眠りに落ちている時もあれば、起きている時もある。ね、眠らない時もある。で、先ほど言ったように、眠りに落ちているっていうのは、外側のスクリーンか、または内側のスクリーンに没頭しすぎてしまっている状態。これが眠りに落ちている状態なんだよねっていうことです。そして三つ目のポイントです。目を覚ますにはどうすればいいか。目を覚ますには自分の意識を気づきの中心点へと持っていく必要があるんだよねっていうことです。つまり、外側にも気づきがあるし、自分の内側、内面の方にも気づきがある状態。両方のスクリーンに気づきを持っている状態が目を覚ましている状態だっていうふうに言っています。ね。で、ここからレッスン2の話題に入っていこうと思うんだけど、気づきの中心点っていうのは一体何かって言ったら、観察ポイントなんだよね。観察をしているポイント。つまり、意識がどこに向いて何に注がれているかが見えている場所。で、そこでは周りで何が起きているか、自分が何をしているかを見ることができる場所。つまり、自分の内面を見ることもできるし、自分の周りを、外側を見ることもできる。両方に気づきを持つことができる状態の場所。それが気づきの中心点、観察ポイントっていうふうに表現されています。そして、目を覚まして自分自身にどんどん問いかけていく。ね、そうすることによって、もっともっと目を覚ましている状態っていうのを、はっきりと認識することができるんだよねって言うんだよね。じゃあどんな風に自分自身に問いかけていくか。もうすごく簡単です。要は、今自分はどこにいるんだろうかって自分自身に問いかけてみる。そして今自分は何をしているのか。ね。意識はどこに向かっているのかな。ね。で、その瞬間瞬間、ね、あなたは目覚めて、気づきの中心点に入っていくことができるようになります。ね。私はここにいて、これが私を取り巻く世界なんだ。そしてそのことを私は分かっている。で、私には私自身を見ることができるし、そしてこの現実も見えている。ね。これが目を覚ましている状態。で、それを明確にするために自分自身に問いかけるための、いくつかの質問があるってことだよね。で、この目が覚めている状態、目覚めている状態になるための、レッスンのコツがいくつかあります。はい。まず、少なくとも1時間はこの目覚めている状態を続けてみましょうってことなんだよね。そして、目覚めている状態に入るには、はい、疲れてると、この目覚めている状態って入りづらいんだよね。だから、十分に睡眠をとってください。ね。十分に睡眠が取れた状態で、明るい気分の朝に行うのがベストだよね。そう。つまり疲れ切っていて眠いような状態。それはまさに寝ちゃうから、目覚めてる状態には
一番程遠いバージョンになっちゃうね。はい。なので、目が覚めていて機嫌がいい状態ね。だから不機嫌で調子が悪いときは試してみても無駄になることが多いと思いますよ。そして自分自身を見て、この現実を見るっていうふうに自分自身に言い聞かせながら、気づきの中心点へと入っていきましょうってことだよね。つまり自分自身を見て現実を見るっていうふうに言うことによって、今自分がどこに意識を向けているのかっていうことを明確に明瞭にするってことだよね。そして誰も知らない場所を歩いてみましょうってことです。例えば、ショッピングセンターだったり、娯楽施設など、本当にブラブラ散歩するような感じで歩いてみましょう。要は、あまりにも、家の近くだったり、職場の近くだったり、で、あと、日常に引き戻されてしまうっていうかな。いろんな知り合いが出てきて、そこで自分の頭の中で、あ、この人にはこういうふうにやらなきゃ、こうしなきゃ、なんていうね、どんどん自分の内面に集中しちゃったり、外側に集中しすぎちゃう。ね。つまり、眠りの状態に入りやすいので、この目覚めている状態の練習をするためには、ショッピングセンターだったり、娯楽施設なんとか、ね、誰も知らない場所を歩くのがコツなんだよってことです。で、これはね、まさに夢の中を自由に歩いているね、そんな感覚で、このレッスンを続けていくといいですね。で、外側だったり内側だったり、ね、どちらかのスクリーンに没入している状態、これを、眠っている状態っていう言い方をしたんだけど、この状態っていうのは、本来のあなたではないね、本当の自分ではないよってことです。で、そういう状態でいると、ね、眠ってる状態にいると、自分自身のことも、周りの状況のことも、私たちはね、あなたはコントロールすることはできないよ。そして、目覚めている状態っていうのはどんな状態かっていうと、あなたが解き放たれて、あなたの夢が意識的なものになっている状態。これが目覚めている状態だって言うんだよね。そう。で、この目覚めてる状態。ね。夢って言ったけど、これ夜の夢でも、起きてる間の夢でも、どちらでも目覚めていなければ夢なんだってことだよね。で、自分自身をコントロールするだけではなくて、周りの状況をコントロールする方法も身につけることができる。これが目覚めた状態へのレッスンになってきます。そして、気づきの中心点を、いつでも、意識をしてねってことだよね。観察ポイントに自分がいるんだってことを意識する。ね。で、その状態で、例えば、ね、この1時間のレッスンの中でね、お店の中に入ってみたり、お店の人に挨拶をしたり、店内を歩き回ったり、ね、何かを尋ねたりって感じで、店員の反応を観察してみてはいかがですかってことです。で、これをやってるときに、いつでもね、はい、ね、私は自分自身を見て、私は現実を見ているっていうところで、決して眠りの状態には入らない。ね。もう一回言うと、眠りの状態っていうのは、ね、外側に意識を向けすぎちゃったり、自分の内面に意識を向けすぎちゃってる状態。この状態は眠っている状態になっちゃうよってことです。はい。なので、いつでも自分はこの観察ポイントに立って、気づきの中心点にいて、ね、そのことを自分自身に気づかせるために、自分を見て現実を見る。私は自分自身を見て、私は現実を見ているっていうふうに、自分自身に言い聞かせる。ね。それを誰かと話し始める前にね、言って、必ず自分の意識の中心点にあるように、心がけていく。で、このレッスンをどんどん続けていくと、不思議なことが起こってきます。ね。それは何かって言ったら、周りの人が、なぜかあなたに興味を持ち始めていきます。特別にあなたに親切に接してくれるってことに気づいてくるかもしれません。ね。それは今までとは全く違った態度です。だから、あれ、一体何が起こったんだろうって、あなた自身が不思議に思うかもしれない。で、これは一体何が起こってるかっていうと、ね、このレッスンをしていると、あなたはどんどん目覚めた状態になってくるんだけど、周りの人はまだ眠り続けている状態なんだよね。そう。彼らの意識っていうのは別のことでいっぱいいっぱいで、日常の台本、ね、その中に入り込んでいて、意識的に行動することができない。で、彼らの思考っていうのは不明瞭で、行動は無意識的に行われている。だから、まるで映画に出てくる登場人物であるかのように、もう無意識的に不明瞭にもう生きているんだよね。でもそんな中で、あなたは周りの人とは異なっていて、夢の中で目覚めている状態なわけだよね。で、それっていうのは、
映画のスクリーンから映画のホールに出てきているようなもので、あなたはいつでも映画の世界に出入りすることができて、他の登場人物の間を自由に歩き回ることが、もうストーリーとは関係なくできるようになってくるわけで。そして、この状態、ね、気づきの状態、目覚めている状態になっていると何が起こるかっていうと、あなたは周りの人と少し違う世界にいるかのような印象を与えるようになってきます。ね。はっきりとわからないんだけど、あなたは何か変わったところがあるなっていうふうに、周りの人は漠然と感じるようになります。ね。でそのことについて何も心配しなくてもいいです。彼らはあなたに興味と親しみを持って接しているっていうこと自体、気づきがないんだよね。それも無意識に漠然とやってるからね。で、これ一つポイントっていうか秘訣があるんだけど、ね、決してあなたはね、気づいてるよ、目覚めてるよっていう素振りはしない。ね。で、あなたたちは眠ってる状態だよっていうふうな、ね、あなたたちが知らないっていうことを私は知ってるんだよっていうような素振りは決して見せないでってことです。で、いいかな。で、彼らにとって意識的な気づきの中にいるあなたっていうのはどんな状態かっていうと、まるで闇の中に浮かぶホタルのような、とても目立つし、とても魅力的な存在に映ってるんだよね。意識的な気づきの状態にいると、エネルギーの流れがどんどん変わってきます。それはね、物質的にははっきりと見ることはできないけれども、無意識的にはこう感じ取ることができるような状態になってくるわけです。そして目覚めた状態で夢の中をね、自由に歩き回っているだけで、あなたは周りの人の注目や善意を集めることになっていくわけです。ね。そうすると、例えば新しい友人ができたりとかね、楽しい会の中で時間を過ごすことができるようになってきます。ね。なんかすごいでしょ？目覚めてるだけでこんなことが起こるんだよね。でもね、これは、ほんの始まりにしか過ぎないんだよね。これからあなたの身に起こる様々な本当にミラクルなこと、ね、それに比べたら、もうほんの始まりに過ぎない。ですから、これからこのタフティ、一緒にまた読み解いておくと、もっともっとすごいことが起こるわけですよね。はい。今、ざっとね、内容の要点をお話ししましたが、どうでしょう、レンさん。何か聞いて感じたことだったり、補足があったらお願いします。今日の、夢の中を自由に歩くっていうところの、ちょっと分かりにくいなと思ったポイントがあって、でもしかもとても大事なところのところで、自分を見て、現実を見るっていうところ。でこれはちょっとどういう感じのことかなって分かりにくかったんで、調べてみたら、英語では、I see myself and I see reality って書いてあったんですね。つまり、私は、私自身を見ている。そして私は現実を見ているってことなんですね。そしてそれを、自分に言い聞かせながら、さっきも細谷さんも言ってましたけど、観察ポイントにいつも自分は中心にいて、で、そこからコントロールしてどっちに意識が向いているのかっていうのをいつも見ている状態。俯瞰して見ている状態っていうのが、まあ、ここで言われているやり方。簡単に言うとそれが、夢の中に歩くときの、大切なポイントなのかなと思いました。実際、細谷さんどうですか？これやってみたはい。のとか、どんなことが起こったとか、なんかありますか？ああ、そうですね。やってみて思ったのは、なんでこんなにみんな僕に親切なんだろう。なんでこんなに優しくしてくれるんだろうって、すごく思いましたね。はい。ねえ、今までと自分自身あんまり変わった記憶はない。このレッスンはやっているんだけど、それ以外のことを別に何かやってるわけじゃないのに、何か今までより急に優しくなったり、親切だったり、物事がスムーズに動くようになってた。そんな記憶がありますね。はい。はい。そうでそして、すね。はい。今回は、レッスン3ですね。はい、現実へようこそっていうところに入ってきます。で、またね、これは、どういう状況に私たちは生きているのかっていうのがね、うんうん。種明かしというか、まあ、ちょっとキーワードを言うと台本というような言葉ができますけども、まさに映画っそうですね。はい。ていうところの、まあ、実態に入っていくっていう感じですかね。そうですね。この台本っていう外部の台本に従って無意識のうちに僕たちは、行動をとっているってことなんだよね。で、目覚めるとこの台本から飛び出して、もっともっと自由に自分自身のやりたいことができるようになってくるっていうふうに、
その本題へどんどん入っていくのがレッスン3、現実へようこそっていう話になってきます。では、こんな感じで。そうですね。また来週お会いしましょう。ね、ほんとね、1日1時間ぐらいで構わないので、このレッスンをぜひ毎日続けてみてくださいね。はい。では皆さん実際にこの本をね、やってみましょう。はい。ではまた来週お会いしましょう。お会いしましょう。ありがとうごありがとうざいました。ございました。